皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。サファイアを描きました。鉱石の状態のものですが、ものすごく綺麗ですね。まるで宇宙のようです。この絵を描いた工程がこちら。これから各工程の作業を具体的に解説していきます。後半ではサファイアに関する興味深い逸話をお話しします。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。下書きから描き始めています。ブラシは鉛筆。青い色で描いています。こちらが今回の素材写真。素材写真と同じサイズの用紙を用意して、同じグリッドを配置しています。グリッドを配置する理由は、正確な形を短時間で的確に描くため。真っ白な画面にいきなり形を描き始めるのは、正直言ってかなりハードルが高いです。私は以前グリッドなしで描いていましたが、ものすごく時間がかかっていました。何度も消したりやり直したり、何本も無駄な線を引いたりしました。今は割り切って絵を効率的に描くことを重視しています。そのためにグリッドはとても役に立ちます。線画の作業に移りました。ブラシは鉛筆、黒で描いています。下書きを描いているのになぜ改めて線画を描いているのと思われるかもしれません。線画を描く理由は2つあります。1つ目は絵のガイドラインにすること。ガイドラインは作画の最後まで使います。このガイドラインがあることで途中で形に悩むことがありません。2つ目は観察をすること。線画を描きながら素材写真をよーく見ています。下書きの線をなぞるだけでなく、どの線が正しいのかを見ながら描いています。それと同時に、この後の作業のことを考えています。ここが塗り分けポイント。ここの色は実は何色も混ざっている。このつぶつぶを描くにはどうしたらいいかな、など、この後の作業の戦略を練っているのです。背景を描いています。ブラシは油彩丸筆。少しファンタジックな雰囲気が出せるように誇張しています。サファイア本体の下塗りを始めました。ブラシはマーカー。単色で均一に塗っていきます。コメントで色選びが難しい、どうしたらいいのかといった内容のものをたまにいただきます。目視で色を選ぶ私にとって、この工程はある意味一番難しい作業です。ポイントはその色をよく見ることです。全体を見てしまうとたくさんの色があって目がいろんな部分に引っ張られちゃいます。自分が塗りたい色だけをよーく見るようにしてください。慣れない方は他の色を手で隠して片目で見たりするとわかりますよ。それにこの段階ではだいたい合っていればいいんです。この後の書き込みの時にじっくり観察すると別の色が見えてきたりするので、その時に調節すればいいんです。書き込みを始めました。ブラシは鉛筆。筆圧を調整しながら書き込んでいきます。書き込みではグラデーションのテクニックが重要になってくるので、鉛筆が最適です。優しく撫でるように塗って下の色と調和させたり、強く塗りつぶして別の色の面を作ったりしています。この時に下塗りの色を基準にして書き込む色を選んでいます。下塗りの色より明るい、暗い、色味が少し違う。このように変化させることで効率的に色を選びます。ご覧のように私はいつも部分的に仕上げていくスタイルです。いつもは食べ物の絵を描いていますが、この書き込み作業はかなり大変です。時間もかかるし、正直言ってこの作業は面白くありません。ひたすら山を登っているだけといった感覚です。でも今回はいつもと違っています。描いていてとっても楽しいんです。きっちりしたエッジを出したり、想像もしない綺麗な色が見えてきたり、小さな宇宙を描いている感覚になったり、やはりサファイアというモチーフに特別な魅力があるのでしょうか。ではここからはサファイアについて解説をします。サファイアは青だけでなく、実際にはピンクなどいろいろな色素があります。ただサファイアというと一般的には青いブルーサファイアのことを指します。
サファイアの言葉の意味はラテン語の青、地球の青、宇宙の青として最も神に近い石とされてきました。古代の人々は自分たちの住む世界は巨大なサファイアの上にあると考え、空の青さはサファイアの大地を映した色と信じられていました。海ではなく空なんですね。それは天候によって石の光り方が変わると信じられてきたからです。日本でも青玉という和名で呼ばれ、古くから知られています。サファイアの宝石言葉は誠実、慈愛。聖職者や賢者など神の恩恵を受け、慈愛を与える者にふさわしい石と考えられていました。そして王族や君主を危害や妬みから守るともされ、古くから指輪や王冠にあしらわれてきました。またサファイアには平和を祈り、一途な思いを貫くという思いが込められています。そのため浮気心やよこしまな考えを持つと石の色が濁ると信じられていました。そういった人がサファイアを持つとその色が変わるというのです。そのためパートナーが相手にサファイアを送って色が変わるかどうかを試したなんていう言い伝えもあるそうです。ということで絵ができました。今回描いたサファイアは成形前の鉱石の状態のものです。そのため様々な不純物が多く見えていました。綺麗な宝石の状態のものよりもこの状態のものの方がとても奥深く感じたんですね。描いている最中もまるで宇宙を描いているような感覚になってとっても楽しかったです。周りに泳いでいるのはモスコーブルーグッピー。サファイアと同じく引き込まれるような青の美しいお魚ですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ここでお知らせです。タイノスケ Adobe Max 2022に出演します。Adobe Max とは Adobe が主催する世界中のクリエイターのための祭典です。Adobe の製品紹介や各種セッションが多数行われる世界同時開催のイベント。そこで私はフレスコのエキスパートとして日本のセッションに登壇します。初心者の方でも分かりやすくて楽しいセッションを準備しようと思いますので、皆さんぜひご参加ください。日本ではオンラインで開催されます。イベントの日時は10月19日と20日。私の登壇は19日午後の予定です。頑張ります。皆さんからのコメント、とっても楽しみにしています。もしこの動画が面白かったら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。